はい、どうもさです。今回はですね、こちら、怪しいボックスが届いているんですけども、なんと、あの食材でございます。結構我々日本人の中でもですね、愛好家がたくさんいるようなね、食材なんで、ちょっとね、閲覧厳禁かもしれないんですけども、早速、開けていこうと思います。オープンします。まあ、それはね、そのまま入ってるわけはないと。では皆さん開けていきます。うわちょっと待って、かわいいなこいつ。俺も今まで食材だと思っていなかった。食べたことあるけど、うわーかわいいぞ。かわいくない？はい、ということで本日はこちらジャンボウサギっていう食材ですね。日本ではウサギって言ったらペットのイメージが結構あると思うんですけども、こちらはですね、秋田県の大仙市っていう場所でですね、品種改良されてまして、普通に食べられてるウサギですね。日本だと白鳥獣に含まれてる野ウサギとかね、食べられることがあるんですけども、これはまた別の品種改良されたウサギで、海外とかで食べれるウサギに関してはまた別の品種のウサギとなってます。その名の通りですね、結構ね、重たいんですよね。体感的には7キロぐらいありますね。大きいものだと10キロとかいくらしいです。で、今回ね、こっち、なんかちょっとね、これ血が出てるじゃないですか。こういう食肉をもらうときは、日本では屠殺しなきゃいけないんですけども、こっちの方はですね、大動脈を切られて血抜きをされた状態の屠殺体で送ってもらいまして、で、屠殺にはですね、今回頼んだ場所は2種類あるようで、こっちはね、大動脈切りではなく、溺死で、送られてきております。溺死ってかわいそうやなと思うと思いますが、日本の畜産はそんなもんですね。結構グロいところもたくさんあります。ちなみに皆さん、哺乳類とか、ああいう動物に関しては、1匹2匹っていうのが普通なのに、ウサギだけ1羽2羽って言われてるの、なぜかご存知でしょうか？これはですね、1690年代の江戸時代の話になるんですけども、第5代将軍徳川綱吉がですね、鳥類憐れみの令というね、動物を勝手に殺すのを禁止する法律をね、出したんですね。鳥類に関しては、食べてもいいよっていう状態だったんで、ウサギ過激派の人が、いや、ウサギはどう見ても鳥だろって言って、どう見ても鳥じゃないんだけど、1羽2羽という風にね、数えられてるみたいです。味に関してはですね、鶏肉に似てるっていう人が多いんですけども、実際ジャンボウサギに関しては、まだ僕食べたことないんで、どんな味なのか楽しみにしております。ということで、早速、少しだけ観察していきますか。形状に関しては、もう本当に白ウサギがでっかくなっただけみたいな感じで、秋田の方ではですね、ジャンボウサギ祭りまで行くのかよくわかんないけど、検評会みたいなのとかやってて、これめっちゃ伸びてますけど、生きてるやつは結構丸まっててね、可愛らしいみたいなんですけど、触ってみるとね、これ本当にね、可愛い猫ちゃん。よく世話がされてる猫ちゃんみたいな感じで、めちゃめちゃ毛並みがいいです。さっきね、耳持ったりとかしてたんですけど、毛はすごい抜けやすいですね。ワンチャン毛は取れたらいいなとか思ってたんですけど、すぐ抜けるんで、毛皮は難しそうですね。さて、ここからさばいていくんですけども、ここらにね、関節があるんで、ここをね、切ることができまして、前側もですね、この辺切ることができまして、ここのライン、このラインに沿ってバーってちょっと切り込み入れて、ここ、首をスパッと切りまして、で、あと思いっきりベリベリベリってやると皮が剥がれます。で、皮剥がした後に、内臓とか取って肉の状態になるんですけども、さすがにこれに関しては YouTube で見せるにはあまりにもグロいんで、はい、というわけですね、皮を剥き内臓を取り終わりました。やってみて思ったんですけども、めちゃくちゃさばくの簡単ですね。鶏だとかワニだとか、いろんなものをさばいてきて、哺乳類さばくのって結構大変なのかなと思ったんですけど、これすごくイージーでしたね。はい。で、ちょっとこれね、見てほしいんですけど、血抜きしたジャンボウサギで、こっちが血抜きしてない窒息死させられたジャンボウサギなんですけども、こっちの方がね、最初にさばいたってだけあって、ちょっと下手くそだったんですけども、血の量はね、なんか明らかにこっちの方が多くて、果たして血抜きとは関係があるのかなとちょっと思わさせられるところがありましたね。はい、まずはですね、これ、筋とかね、余計な油がついてるんで、こういうのをね、外していきます。で、普通はですね、突竹した後にすぐに外して、で、そこから内臓がない状態で出荷してくるらしいんですよ。で、今の状態ですね、ここにね、肝臓がついてて、肝臓を取ると、これ肝臓ですね。
肝臓がついてて、もう取っちゃったんですけど、ここにね腎臓が2つついてて、でもうちょい奥にね切り進めていくと心臓がついてる状態になるんですけども、ここにね腸がね、でっかい腸が入ってるんですよ。見たい人はぜひね、見に行ってほしいんですけども、ここにね意味わからんぐらいでかい腸が入ってまして、でそれはね結構ね臭いんですよね。草食系の動物って極端に説明するとイメージ、2週間とかで消化していくわけなんで、この中に2週間腐った植物を入れてるのとね全く同じなんでね、結構ね臭みがね肉に移るんですよ。で特にですね、このウサギさばいてみて分かったのがですね、このお腹のこの肉見てください。ここがねテロンテロンで、これとそのでっかい臭い内臓がね付着してるんで、これ結構ね黄色っぽくなってて、これはね完全に腐ってます。昨日の昼間秋田で土畜されて、そこからすぐ今日ね冷蔵されて届いたんですけども、1日でも腐るみたいですね。無駄に腹壊したくはないんで、ここは取っていきましょう。ここの部位も普通に食べれる部位らしいんですけどもね、でちょいちょいね内臓脂肪がついてるんですけども、ウサギの脂肪はなんかそんなまずくなさそうなんで、そこまでしっかり丁寧に取らなくてもいいのかなと。あんま水かけない方がいいと思うんですけど、ちょっと気になるんで血を落としておきます。背中が気になってしまいました。なんかドゥルンドゥルンの筋が結構あります。こういうの美味しくないんですよ、基本的に。取っていきましょう。結構筋多いね。特にここだな。気にするか、この辺に関しては。いや、気になるだろう。これ絶対焼いたらヌルヌルだよ。これレバーちょっと血抜きしときます。臭そう。どうやって外すんだ。よいしょ。こっちにはついてない。あ、そうか。レバーに如実に現れてる。これ血抜きされてるレバー、血抜きされてないレバー、こんなに違うんだ。いずれにせよちょい草なんで血抜きをなるべくしておきましょうね。はい、まずはこっから切るみたいですね。すごい外しやすい。でちょっと筋が残ってて臭そうだから切る。これは足ですね。で反対側の足もいきましょう。これ分かったのはね、お尻の筋肉がね、骨がねちょっとこんな感じに入ってるんで、もうこれはさっき俺が出刃包丁でぶっ壊しちゃったから関係ないんだけど、ここですね。ここにですね関節があるんで、この関節に入れると取れます。今度腕ですね。腕肉はなんか脂がすごい乗ってますね。でこの血の回った肉も美味しくないんで使いません。変な形してるんだ、気になる。で反対側も一緒です。でここがもう何の場所かよく分からなくなってると思うんですけど、これウサギの首を跳ねた場所なんで、ここ首ですね。首跳ねたんで、ここ首が跳ねた場所はちょっと血がにじんでるんですね。ではここあばら骨がなくなるうちで切りました。なんかトラフグみたいじゃないですか。そしたらこの首の部分ね、血が回っちゃってるんで切ります。でちょっとこの辺また気になるんでちょっと落とします。ほんでなんかねこう割るんですって。はい、ここに来まして、肺ですね。肺が来ました。そして肺と心臓ですね。心臓食べましょうか。肺はね
なんかあんま大して美味しくないことが多いんで捨てます。よし、もうちょいや。外した。広告を剥がされないでおくれ。あとは食べやすいようにね切っていきましょうね。チューリップみたいになった。なんか出刃ならいけるだろう。よし、 OK。 これで食べやすくなりましたね。骨がついてるんで食べやすくなりますよね。両方ともこんな感じで脱臼をさせましたね。でかいんだよな、普通のウサギより。チューリップみたいにしてやろう。めっちゃよくないこれ、唐揚げにしたら。料理しやすいように部位ごとにしていきましょう。今度200万人記念でジュエリーと濱家さんが来てくれるんですけど、ジュエリーってウサギ飼ってるんですよ。ジャンボウサギ食べるってさすがに食べないよね、もし食べるなら置いとくよって連絡したんですよ。そしたら食べないわけないやろって返信が来て、まあこれ食べるらしいですよ。この辺とかはもうスープの出汁でしょうね。あばらなんですけど、もう手が痛くなってきた。叩く前足、最近動物の骨の入り方が分かってきたぞ。ほら、すぐ脱臼させた。はい、腕肉、筋が多いですね、この辺は。腕肉で、この背中肉ですね。よし、はい、というわけで1匹目さばき終わりました。これはね、血を抜いていない方の個体ですね。血を抜いてないからなのか、結構こういう血が染み出してしまってるのかわかんないんですけども、結構ね、淡白な身ですごい美味しそうですね。で、部位的なところで紹介しますと、ここがね、あばら骨ですね。骨が多くてあんまり可食部がない部位なんで、だしとかに使うんじゃないでしょうか。で、これ全部4つとも太ももですね。ウサギは足がね、しっかり発達してますから、2部位に分けることができるんですね。で、そして、こっち、ウサギの前足ですね。こっちのね、筋肉と比べるとね、だいぶ細くてね、割とチキンが発達してるんで、結構ね、赤身っぽい味がするんじゃないでしょうか。と、あとは、ここですね、背中ですね。背中はもう身がぎっちり詰まってますから、おそらくささみみたいな味がするんじゃないかなと思うんですけども、果たしてどんな味がするのか楽しんでいきましょう。あとこのレバーね、はい、さてですね、ここまで綺麗になりましたんで、4分の1ぐらいですね、トマト煮にしていこうと思います。せっかくですし、混んでる料理の方がいいんじゃないかと思いましてね。これでも結構でかいよね。半分ぐらいの方がいいよ。ここが背中の肉ですね。面白い形してますからね、ウサギ。なんかどちらかというとトラフグ、本当にトラフグ。足がないトラフグってこんな感じなんよなって感じですね。ほらね、すごい身切れなんですよ。こんなもんでいいでしょ、背中肉は。そしたら足の肉ですね。硬いな。どう骨が入ってんだ。外せるけど難しそう。もう外す時に骨の上からいっちゃいますよっていうパターンもあるんですよ。もうこっちは関節とか狙わないから、もう関節には当たらないように。これね、分かったわ。軟骨だわ。軟骨でいけたわ。難しいな、腕。奇妙に骨が入っておって。で、もも肉も、もも肉ね、唐揚げにしたいんだけど、ジュエリーと濱家さんがね、4日後に来るんだよ。多分ね、唐揚げ振る舞うから食べやすくしましょう。ちなみに濱家さんとジュエリーさんのは冷凍しております。よいしょ。もう何が何だか分かんなくなりそう。まあでもこんなもんでよろしいんじゃないでしょうかね。で、ここにですね、塩をかけます。これ下味ですね。トマト煮にしていきますから、ほぼ味は塩って言ってもいいようなもんです。こんなもんでいいでしょう。塩で揉んで15分ぐらいですかね、置いていきましょう。ちょっとね、食べづらいのがね、俺あんまり好きじゃないんで、一口サイズに全部切っていきますね。
骨としっかりと外して、この背の身がね一番外しやすいんですよ。これ全部外し終わった後さ、ガラスープに入れればよかったね。今度ダチョウの柄でスープ作るときはさ、もっと綺麗にやるよ。うさぎの柄もう一個あるしな。いや結構でけえって。触ってる感じね、鶏よりね柔らかいんですよ。動画がねデータ消えちゃったんでもう分かんないんですけど、鶏ってさ、なんかブロイラーっていう品種が使われてて、一生動くことなくどんどん太らされてそのまま食べられていく鳥なんですけども、俺がねさばいたのはね天草天元明王っていうね鶏で、めちゃめちゃ筋肉質で、しかも歩き回ってるからさ、なんか鶏じゃないんだよね。同じ鶏なんだけどさ、種的には品種が違うだけなんだけどさ、全然硬かった。初めてさ鳥類殺したからさ、うわーなんかすごいものを見てしまったな、でも美味しいんやろうなっていう風に思って食べたんだけど、地鶏より俺はブロイラーの方が好きやったな。正直僕は忖度はありませんので、全然ブロイラーの方が美味しいですね。地鶏の方が高い。で、なんで俺がこんだけ忖度なしに言えてるかっていうと、浅草天元明王農家の人にもらったわけではないから。よし、今料理酒にんにく2かけです。でこのままと味ないんでね、醤油で少し味を整えておきます。ただなんと言ってもだしは入れておりませんから、どんな味になるやら。ほんまここにネギとね、青ネギと生姜があったらよかった。生姜あった気がする。ほんで生姜です。これでどんな味に仕上がるのか。今日はですね、なんと鶏と味が近いと言われているあの生物持ってきました。ドカン！鶏です。ということで、このジャンボウサギの身と、ジャンボウサギの身水っぽいからさ、俺結構柔らかい身質好きだし、鶏より美味しいんじゃないのかなと思ってます。こちらブラジル県産若鶏切り身、しかも 20% オフ。めっちゃ安くない？これをドカーンと一直細工のせあるんで、料理酒かけといてあげましょう。そして味付けは俺の好きなマジックソルト味で炭火焼きにしていく。こんなん絶対うまいでしょ。これでバーベキューの準備がもう少しでできる。まあ目標1分。あ、意外と1分いけんじゃない？OK でしょう。はい、玉ねぎ切り終わりました。ニンニク、これクソちっせえニンニクだな。よいしょ。はい、じゃあ全部潰していきましょう。 OK と、ここでガラスープもできてきました。これね、浮いてるのはね残骸ではなくニンニクです。で色が濃いのは醤油ですね。でもそんな醤油入れてないんで、食事自体にも味があるのかもしれません。完成です。はい、というわけでバーベキューの準備が完成いたしました。拍手。この拍手っていうのはね、あのちゃんのインスピレーションを受けてます。これキャンプ系っていうんかな、野外調理系、庭でバーベキューを楽しむ系、なんていうかわかんないんですけども、僕めちゃめちゃ初心者なんでね、これ買った方が楽しいぞマサルとか、こういう建物を作った方が楽しいぞマサルとかね、そういうコメントいただけたら嬉しいなと思います。一応も電気工事士とかも取ってますし、いろんな資格持ってますんでね、図面さえ引けばすぐ作れますんで、みんな DIY 作ってほしいんでしょということで、ぜひぜひね、皆さんコメントお待ちしております。ということで、うさぎのトマト煮ですね。オリーブオイル。結構ね、玉ねぎとニンニクねいっぱい切ったんで、玉ねぎ1玉切ってるから多すぎでもないでしょ。結構これ美味しいと思うんですよね。で、あんまり塩味とかああいう塩味が全然入ってないんですけど、最初に塩でうさぎに味付けてるんで、結構ね味はついてるはず。これだけでもうまいもんな、正味。ここで私は暴挙に入れます。ジャンボうさぎの柄を入れます。これめちゃめちゃ美味しかったんでね、いけーい。こんなん美味しくないわけがないんですから、火1段階強くしよう。ちょっと変わりましたね、毛色が。さて、ここで鶏肉を入れていきます。鶏肉じゃない、うさぎだ。おー、黄色いね。はい、そしたらラストトマトスープです。
これあとは弱火でいった方がいいと思う。よいしょ。美味しそう。めちゃめちゃ健康的だし。こいつはこっちに行ってもらって、これは一瞬で焼けるわ。もうここまで来たらウサギかニワトリか全くわからんくない？これはウサギ、これはニワトリ。てか皮があるやつはニワトリ。気づいてしまった。ウサギには皮がない。俺が全部剥ぎ取ったから。まあええんちゃいますかね。多分焼けましたよ。よいしょ。レモン汁ファイヤー。ここまで長かった。では秋田のジャンボウサギいただきます。皮がついてないやつ。これは背中肉ですね。なるほど。みずみずしい胸肉。あ、ここももも肉ありましたよ。あ、もも肉は柔らかってよりはめっちゃジューシー。なんかあんなぴょんこぴょんこ跳ねてるから硬いんだと思ったけど全然硬くない。こんな適当な料理でほとんど臭みもないし美味しい方のお肉ですね。あ、これウサギだ。なんだ今の部位、ミノみたいな味がしたぞ。柔らかい。部位によって全然味ちゃうな。ダチョウも一緒だったけど。はい、ということで2品目マサルの渾身作ウサギのだし入りトマトスープでございます。果たしてどんな味なのか、まずスープからねいただきましょう。あ、これ匂いは普通だわ。めちゃめちゃうまいよ。なんかさっきさ、鶏っぽいとか鶏っぽくないみたいな感じでさ焼いたやつ食べてたじゃん。多分ね、鶏って言って出されたらさ気づける人ほとんどいないと思うんだけど、旨味がさらに一つ凝縮されてることによって誰でも気づけるぐらいの味の濃さになってます。美味しいです。玉ねぎ自体にもね旨味ありますし、トマトもね旨味ありますから、これめっちゃうまい。じゃあラストはレバーですね。もうレバーなんて塩でいっちゃいますよ。でこの白いのが血抜きされてるやつで、この赤っぽいのはね血抜きされてないやつ。全然うまい。正直鶏の鶏もも肉とうさぎ肉どっちがうまいんやって言われたらごめん鶏もも肉やわってぐらいなんですけど、レバーに関してはうさぎの方がうまい。生臭さも全然ない。あ、レバーの方が美味しかったわ。はい、というわけでごちそうさまでした。ということでですね、今回ジャンボウサギをね食べてみたんですけども、投票としましてはだし要因としてはかなり優秀、身としてもそこそこ優秀なんですけど、日本人はですね鶏とか牛とか豚とかねこの辺しか食べ慣れてないんで、なんかちょっと水っぽい鶏みたいな味がするなとか、なんかこの辺はすごい食感がすごくて砂肝みたいな味がするな、でも砂肝の方が美味しいなとか、普通はそんなね感じになると思うんですけども、ぜひね1年間ジャンボウサギ食べ続けてみてください。結局ね味覚って食習慣でかなり左右されるんですよ。なんでねそれを思ったかっていうと、俺2週間ね病院で病院食食ってて、病院食ってさ味が薄くてさ脂っこいものもないしさしんどいなーみたいな感じでね食べてたんですけども、2週間やっとマックいけるぞってなった時にマックが味が濃すぎて食えないみたいなね、2週間とかでね味覚変わりますから、ぜひ皆さんね試してみていただけたらなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではこの動画投稿してから1ヶ月間に関してはほぼワンコインでねウサギの毛皮が剥がれるところが見れますんで、ぜひね登録してみてください。僕が調べた限りではウサギの毛皮が剥がれている動画はね一切見当たりませんでした。これをね見たいという物好きな方がいらっしゃればねメンバーシップに、出しますんで、ぜひメンバーシップにね登録してください。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。